皆さんいつもチャンネルご視聴いただき誠にありがとうございます。旅するコムソでございます。本日はですね、ちょっと普段と趣向を変えまして2021年の私の旅の振り返りを、させていただこうかと思います。こう見えて実は私普段会社員をしております。でコロナをきっかけにリモートワークに働き方が変わったので日本中を旅しながら仕事をしています。平日は、パソコンで仕事をして週末観光するようなスタイルです。でこのスタイルを始めてからもう1年半ぐらい経ちましたので、2021年私が日本のどういうところを旅してきたのかということをちょっとご紹介させていただこうかなというふうに思います。同じようなライフスタイル、もし興味がある方の多少なりとも参考になったらいいかななんていうふうに思っております。ということで、まずは早速、ご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。2021年一発目の旅は2月から5月でした。3ヶ月ほど私はレンタカーをもう借りっぱなしにして実家がある埼玉を出発。まずは千葉、神奈川、静岡、海沿いの町をうろうろした後、今度は北上して福島、山形、新潟、そして5月の頭に埼玉に戻ってきました。この時の旅で思い出深いのは桜前線とともに東北を、北上し1ヶ月にわたり満開の桜を見続けることができたというのがもう本当に良かったです。東北の桜って本当に綺麗なんですよね。長く厳しい冬を耐えて春の訪れの喜びをそのあふれんばかりの花びらで表現するというような感じです。もちろん今年の春も私は桜とともに東北を旅する予定です。そして2回目の旅は5月中旬から7月。この時は一気に飛行機で鹿児島を目指します。鹿児島で1ヶ月ほど過ごした後、電車で大分に向かいます。大分では別府の湯治宿に泊まったりしました。湯治宿というのは温泉宿に長期滞在して病気治療や療養を行うことを目的とした宿です。基本は自炊なんですけども、地熱を利用した地獄蒸しもできたので、ほぼ毎日この地獄蒸しをして楽しんだりしました。そして3回目の旅は8月から9月。この時はレンタカーで新潟に一点集中しました。新潟も北から南まで、そして佐渡島にも行ってきました。地方を旅してると思うんですけど、一つの県とはいえ地域特性が本当に全然違うので、一つの県どころか一つの市区町村でも一括りにするのはすごく難しいなというふうに感じます。特にその新潟なんかは南北に長いので、それはすごく感じましたね。でちなみにこの時はその新潟県新潟市の白根、燕、佐渡島で上越高田というふうに旅をしてきました。新潟もね、なんというかじわるんですよね。奥ゆかしさの中に人情味がある人たちが多いというか、本当にね、いろんな人に親切にしていただいて、たくさんの出会いに恵まれた旅になったなというふうに思います。新潟また行きたいですね。そして4回目の旅は9月から10月、行き先は鹿児島です。全国を旅していると、九州特に鹿児島の人たちの郷土愛は半端じゃないものを感じます。この時の鹿児島旅でも鹿児島を愛してやまない強烈なキャラクターたちにたくさん出会うことができました。そんな人々といつも出会わせてくれるのはイルカゲストハウスのオーナーであるおかみさんです。私はいつも鹿児島に行くとイルカゲストハウスに泊まらせてもらっています。まさに鹿児島沼のゲートキーパーがこのおかみと言っても過言ではありません。いつも本当にお世話になってます。
そして2021年最後の旅は11月関西から始まります。まずは京都、次に奈良、そして和歌山の高野山へ向かいます。高野山では島津家ゆかりの恵光院という宿坊に泊まりました。毎朝のお勤め、ごま炊きに阿字観瞑想、お大師様に思いを馳せて雑念を振り払います。そして高野山から大阪へ出まして、そこから鹿児島に向かうフェリーに乗ります。再び鹿児島へ上陸したのはクリスマスの前でした。そうしてクリスマス年末年始を鹿児島で過ごし、その後もしばらく九州をうろうろして今に至ります。この時の旅の様子も追ってまた動画にしていきたいと思っております。ということで総括、2021年旅していた日数は365分の235日、旅した都道府県の数は11でした。次に旅する生活の味方となるおすすめのサービスをご紹介したいと思います。一つ目は住まいのサブスクアドレス。アドレスは月額44,000円で全国180カ所以上に住むことができる多拠点生活のサービスです。旅するように暮らす、そんなライフスタイルを実現できます。私は2021年の前半にこのアドレスを使って生活をしていました。自分では一生訪れることのなかったかもしれない場所に足を運ぶきっかけになりました。難点としては実質的に同じ場所に連続して泊まれるのがだいたい1週間ぐらいなので、私はもう少し同じ場所に長く滞在したかったこともあり、今はこのサービスは使っていませんが、多拠点生活をしてみたいなと思う人にはスタートとしてはすごくいいきっかけになるサービスだと思います。そしてもう一つはガッツレンタカー。中古の軽自動車をメインとして扱っていて、1週間とか1ヶ月とかいう中長期で貸し出しを行うレンタカー業者です。1ヶ月なんと27,280円から借りられちゃいます。安すぎて心配っていう方もいらっしゃるかもしれませんが、今のところ何も問題なく大満足しています。地方に行くと車があった方が断然便利なんですけど、やっぱり長く借りると高いなと思って諦めてた部分もあったんですけど、もうこのガッツレンタカーのおかげで諦めなくて済んでます。本当に感謝です。ということでお送りしてまいりました2021年の旅振り返り編、いかがでしたでしょうか。2022年は一体どんな年になっていくのか、今年もゆるゆると楽しくやってまいりたいと思いますので、どうぞお付き合いいただけますと幸いです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。